私は今ギリシャの首都アテネの一番の繁華街でありますエルム通りから一本入った通りに来ております。今日はこれからこの道をまっすぐ進んでいったところにあります旧市街でプラカと呼ばれる地域がありますので、では行ってみましょう。アクロポリスに向かって斜面をずっと上がっていくようなところにあるこのプラカですが、両側の建物の色が非常に鮮やかで綺麗ですね。この先の今ご覧いただいている階段が続く上りの両側にずらっとカフェレストランが並んでいます。Pete, just turn round. Pete, turn round. I need a photograph. So that's why.おしゃれなレストランですね。今午後の1時を過ぎたところなので、ランチというよりかはお茶を楽しんでいる人が多そうですね。木の枝と花が生い茂ったトンネルみたいになってますね。この先を行ってみましょう。私は今ルーマニアの中西部の町であるシギショアラというところに来ています。ここはユネスコの世界文化遺産に登録されているいわゆる城塞都市ですね。今日はこちらシギショアラの旧市街を散策してみたいと思います。12月も半ばになりまして、あちこちでクリスマスのイルミネーション飾り付けが見られるようになってきましたが、ここシギショアラでも同じようにクリスマスのイルミネーションがあちこちで見られます。画面中央奥に見えてきましたのがこのシギショアラ旧市街のシンボルにもなってます時計塔ですね。おそらくここが旧市街の入り口にあたるところだと思います。では門をくぐって入ってみたいと思います。すごい迫力ですね。時計塔のすぐ下まで来ました。こんな感じです。
Да. Да, și cum merg să mă undeva. Da.では先に進みたいと思います。こちら少し広場になってますね。相変わらず周囲の建物は本当にそれぞれカラフルな色ですね。今はヨーロッパ観光シーズンとしてはオフシーズンなので、人もそんなにいないですが、おそらく夏の観光シーズンは結構な人なんじゃないかなと思います。ここで道が2つに分かれてますので、先に左の方に行ってみたいと思います。木製の囲いのされた階段に出てきましたので、ちょっと入ってみたいと思います。階段を登りきりました。これは何でしょうか。おそらくこれ教会でしょうね。建物の作りからするとそんな感じがします。中有料みたいでしたので出たいと思います。こんにちは。余談ですが、入り口にいたおじさんに日本語でこんにちはと言われまして、こんにちはと答えたら、その後ニコニコしながら日本語で今何時と聞いてきました。で、私は腕時計を見て2時だというふうに答えると、そのおじさんはまたニコニコしながら私親父と言って笑ってました。まさしく親父ギャグですね。ああやって日本人だと認識して日本語で話しかけてくれたり挨拶してくれたり、さっきみたいにジョークを言ってくれたりするとなんかほっとしますね。正直言いまして今回の旅でもそうですし、海外にあちこち行って街を歩いてますと、大体普通はニーハオと声をかけられて中国人と間違えられます。時々はI'm Japanese というふうに言い返すんですけども、言い返さない時もあります。いずれにしても日本人だと分かってくれるのはちょっと嬉しいですね。これもおそらく12世紀頃からあるこの城塞都市の城壁の残りでしょうね。そんな感じがします。この塔はどうもこの旧市街城壁の中に入る入り口にあたる門ですね。その門の監視塔のようですね。門の外側に出てみました。まさしく城塞都市らしい城壁がありまして、監視塔が2箇所門の上部両側についてます。今度は木製の階段から向かって左側の方の小道に進んでみたいと思います。元の時計塔の広場の手前まで戻ってきましたので、今度は広場を右の方に進んでみたいと思います。広場を右に進んでみたいと思います。教会のすぐ右側にいわゆる靴職人の塔と言われる塔がありましたので行ってみたいと思います。この
旧市街にはこういった職人の当時でいうそのセンター集まり場みたいな塔が9箇所ほどあるそうです。他に鍛冶屋の塔であったり肉屋の塔であったりなんですけども、その中の一つですね。当時ヨーロッパ中世にはこうした職人の組合であるギルドというものが盛んにあったそうで、そういったギルドに入っている職人の人たちの、寄り合い場的な意味のあった塔だと思います。中世ヨーロッパの雰囲気ってこういうのかなっていうのを思わせてくれるような塔ですね。こちらにもこの城塞都市に入る門の役目をする構造物がありますので、ちょっと見に行ってみたいと思います。で、門には2つの入り口がありまして、入り口には上から下ろせる扉のような鉄の格子があります。先ほども言いましたけど、本当に古い建物が古いまま残ってて、ギラギラした観光地っぽさというのがあんまりないですね。落ち着いてゆっくり見て回れる感じはします。もはや旧市街のどの辺りにいるのか全く分かりませんが、どっかには出てくるでしょうという感じですね。広場の方に戻ってきております。私は今ポーランドの南の町クラクフというところに来ています。ここは17世紀までポーランド王国の都が置かれていたところです。旧市街に入る入り口に大きなおそらくこれは見張りの目的で建てられている建物だと思います。レンガ造りの立派な見張り台ですね。では門をくぐって旧市街の中に入っていきたいと思います。門をくぐって旧市街の中に入ってきました。ここが旧市街のメインストリートですね。このクラクフの旧市街は世界文化遺産に登録されているところでありまして、非常に中世のヨーロッパの雰囲気を色濃く残す場所として知られているようです。これまで見てきたいくつかの町の旧市街と比べると結構面積的に規模が大きいように思いますね。この通りの向こう側、画面中央ですねに聖マリア教会が見えてきました。この中央市場広場はヨーロッパに数ある旧市街の広場の中でも、最大規模の面積だということです。この正面に見える建物は織物会館と呼ばれる建物だそうです。織物会館からずっとカメラを180度回しますと、対面に先ほどご紹介した聖マリア教会があります。カメラを360度回してみたいと思います。織物会館の中をちょっと覗いてみたいと思います。
中は1階部分ですけども、お土産物屋さんでしょうかね。いろんなものを売ってるマーケットになってますね。再び中央市場広場に出たいと思います。ちょうど織物会館の反対側ですね。こんな感じです。中央市場広場の織物会館から向かって反対側のマーケットの端に時計台がありますね。この中央市場広場を横切る形で奥に進んでみたいと思います。人の波がずっと奥の方に向かって、続いてますね。バベル城が見えてきました。こちらですね。お城の入り口の門ですね。ここから中に入りたいと思います。今正面に見えている聖堂の塔がある建物が聖バベル大聖堂ですね。で、その正面に3階建ての茶色い屋根の建物がありますが、あちらの後ろに、バベル城があります。聖バベル大聖堂を左に見ながら奥に進んで、バベル城の方に行ってみたいと思います。さすがポーランド王国の都の王宮だけあって非常に立派なもんですね。お城の中のパティオに出てきました。広いですね。広場まで戻ってきました。私はバルト三国の一番南の国リトアニアの首都ビリニュスに来ております。今日はこのビリニュスの旧市街を散策してみたいと思っております。このビリニュスの旧市街もやはりユネスコの世界文化遺産に登録されているところですけれども、実はヨーロッパでは最大規模の旧市街だそうです。街の広場に出てきました。砦が見えてきました。そんなに高い丘ではありませんので、徒歩で十分登れると思います。
ここから徒歩で上がりたいと思います。ただこの木の階段を上がれば頂上なのでもうすぐです。世界文化遺産ビリニュスの旧市街です。ちょっと滑るのが怖かったんですけども、なんとか滑らずに降りてくれました。旧市街のメインの通りに戻ってきました。なかなかいい雰囲気です。来た道を戻ってきております。再び市役所前の広場に戻ってきました。私は今バルト三国の一番北の国エストニアの首都タリンの旧市街の入り口に来ています。この2つの塔がビル門という門で、旧市街の入り口にある門です。ここを右斜めに入っていったところに旧市役所があり、その前に広場がありますので行ってみたいと思います。この正面に見えますこの高い塔の建物が旧市庁舎になります。旧市庁舎前の広場に出てきました。こちらが旧市庁舎ですね。大きな聖堂が出てきました。この細い道をまっすぐ進んでいきたいと思います。ここを登っていった先にアレクサンドル・ネフスキー大聖堂があります。階段がありますので登っていきたいと思います。
塔の広場と呼ばれる、広場に出てきました。アレクサンドロネフスキー大聖堂ですね。保存状態のいい綺麗な塔ですね。再び旧市街の中に入ってきました。旧市役所前広場に戻ってきました。旧市役所前広場からフトッチョマルガレータというちょっと変わった名前の、昔の砲台だったり倉庫や監視塔で使われていた建物がありますので、そっちの方に行ってみたいと思います。ところどころに旧市街の城壁が残ってますね。ここをまっすぐ行きますとフトッチョマルガレータのはずです。フトッチョマルガレータというのは旧市街に入る、門の一つですね。フトッチョマルガレータがある門まで来ました。門の外に出まして、フトッチョマルガレータを今見ています。こんな感じですね。